よろしくお願いします。初めてご覧いただくプランです。鈴木様の。すっごく楽しみです。私もです。ご覧いただくのはムードボード。はい。ジャパンディな感じがいいっておっしゃってたので、白黒モノトーンをベースなんですけど、ちょっとナチュラルなお色とかも入れてっていうそのムードを作ったものを見てご覧いただくのと、次にフロアプランっていう上から見た図でこの配置でいいのかっていうのを確認していただいた上で 3D のシミュレーションの方に行って、アングルで微調整。すごい 3D もあるんですね。踏まえて配置してみた平面図がこちらなんですけど。すごいなんかもうそもそもなんかテレビ置く位置とかって自分でやると一生迷ってるじゃないですかここでいいのかなみたいな、最適ここなのかなみたいな、ここ絶対ここです。もうそう言っていただけると一択なんですね。一択ですこのお家の場合は一択です。それもだし、このテレビボードとソファーの大きさとかも、やっぱりこう1個ずつ買うからわけわかんなくなっちゃってちぐはぐでももう目をつぶるみたいな感じだったのにこうやってまるっと教えていただけるとちょっと感動して嬉しいです。ゾワゾワしました。すごいありがとうございます。なんかもう自分のこの使いやすいサイズとか見た感じでなんとなく大きいかもとかわかるけど、このスペースに収まるとスッキリとかそういうのがわからない嬉しいです。すごいです。素晴らしいすぐこのサービス皆様受けられるんですよね。こうお申し込みしたらこれもう画期的ですよね。なんか今まで全部自力でやってきたのにありがとうございます。とんでもないです。光栄です。いう全体の様子をご覧になっていかがですか？ソファーはさっき下ですごいお気に入りに見つけちゃったんですよ。最高だねこれ。もうだからこうじゃなくてさ、こうできるのね。それすごいね、大事よね。大事だよね。老けないよね。老けない。絶対老けないよね。老けない。これやってたらね。ここでさ、なんか子供たちがね、2人でこう寝転がったりとかしてさ、可愛いよね。絶対に可愛い。ね、結構広さがあるから本当に2人でちゃんと遊べちゃう感じだね。2人子供いて、大人みたいな。ジブリとか見るのいいジブリいいね。一生ここにいたいっていう感じのが見つかって、こっちもちょっともう一回改めて座ってみます。そうですね。座ってみましょう。違いはなんかどういうところが？違いは、サイズ感はすごく似てるんですよね。本当大きな違い、その首を支えてくれるものがつくかどうかと、中のでも構造はさほど大きく大差はないので、じゃあ一生寝てられるのを入れてもおかしくないですよ。問題ない。ちょっと一応ソフトで入れてみて、横幅とかこのテレビボードに行くまでの動線が少し狭くなるかもしれないので、そこを見てみますけれど。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあまずはソファー選び、まず行きましょうか。行きましょう。これがオプションなんですね。オプションです。今の図面に入れていただいているのがこのソファー。そちらのソファーです。やっぱこれがついてると最高にいいですね。気持ちいいですね。ヘッドレストがついてると。で L 字にしてるからこっちにもこうちょっとだらっとできるわけです。そうですね。足を伸ばして。これもいい。これもいい。なんか色味が近くて想像しやすい。そうですね。確かに。悩んできちゃった。ヘッドレストは、なんかあんまりやっぱ見た目がそんなに好きじゃなくて。そうですね。わかります。つけない方向にしようと思うんですけど、ここでも結構でもスマホとかやるときに、あっちのソファーだと、こうやってできてこれなら老けないってさっき話してたんですよ。首が下に落ちて、首がそう芝ができないからこっちはやっぱあっちかな。やっぱりめちゃくちゃ素敵です。すっきりしてるしてます。あります。ここのね、背もたれがあるんだけど、すごいすっきりしてる。やっぱこれが好きです。
こちらにいたしましょう。はいもうこれね、皆様絶対座ってください。これも本当にめちゃくちゃ快適で、今まで持ってたソファーで一番快適です。本当ですか？嬉しい。それは。なんかいつもね、ゆっくりしたい時とかは、もう背もたれがまだ足りなくってだらーって寝転がって足上げちゃったりとかしてたんですけど本当にこれだったら、ちゃんと素敵に座りながらダラダラできて素敵に座りながら最高でしたこれ。最高です本当に。これ座ったことあります？これこの向きで座ったことあります？めっちゃ気持ちいいですよ一番明るい色ですね。はい、色すごい綺麗な色。あんまり黄みのないような色味ですよね。好きな色です。すごく。本当ですか。本当この色の持ち物ばっかり。バッグとか使いやすいですよね。こういう色。それにちょっと本当はソファーに貼りたかったけどっていう生地でクッションとかを作って。かわいい。かわいい。そうね、これをなんかこうソファーにしちゃうとやっぱり子供がいて心配なので、これをこうクッションで入れられるのはすごい素敵。でその白がいくつか2個とかあっても可愛いんですけど、白とこのレザーとの途中の色みたいなのが入るとつながりがそう出てですね、つながりがすごい素敵です。これ2個これ1個とかでもいいと思います。そうします。もうこれがすごい好きです。本当ですか？良かったです。で、ここに茶色っていうかベージュっぽいライブを合わせて、そうですね。はい。最初はなんか白っぽい大理石でって思ってたんですけど、結構このベージュの大理石がすごいなんかユニークだし、すごい素敵で色味もなんかちょっとピンクベージュっぽくてすごく可愛くて、これを入れたい。そうですよね。はい、いいと思います。いいですか？はい。このような白もあります。これは本当に真っ白。真っ白。はい。好きです。これ毛の抜けもそんなに多くないので、取り扱いしやすいと思います。ルンバもいけます。ルンバもいけます。はい。これ好きです。あとはですね、ちょっと置きます。面白いのもあるんですね。こんな。そうですね。はい。可愛いすっごく色味すごい好き。フェルトとかも使われていて、こちらもちょっと冬っぽい感じは今するんですけど、確かに大きくなると面白いですね、柄が。あとこれ毛が抜けるのが気になります。では真ん中がいいですね。おすすめですね。真ん中、はい。こちらのサイズが小さい方で、可愛い。円柱好きです。すごい。こちらに時に見せていただいた白っぽくこした生地を貼っても可愛いと思います。そうですね。じゃあこれにしようかな。白がやっぱポコポコがいいですよね。はい、本当いいと思います。結構ポコポコを取り入れられた。そうですね。はい、満たされました。満たされポコポコ欲が満たされました。よかったです。お子さんがねいても諦めずね、ポコポコ入れてこれてよかった。デスクに合わせる椅子なんですけど、普通のダイニングチェアでも人間工学に基づいて設計されていて、疲れにくいっていうのはこちらのアデレードチェアです。今使ってるデスクチェアは普通のダイニングチェアなんですけど、かなり腰痛くなる。本当ですか？はい、うちの夫とかも腰痛い言ってたチェアがで、子供が腰痛いって言葉を覚えて歌ってるんで腰痛いって言って歌ってるぐらい腰が痛くなってて、彼は。でこのアデレードもいいんですけど、日本人女性ぐらいの体型だとあちらのハミルトンっていうチェアの方がもっと浅くてより座りやすいです。見た目的にはどちらがどれがこちらの方がこうカーブされている分すっきり見えます。なんかスタイリッシュですね。そうですね。じゃあ形はこれこちらで、足の形はこの白なのか、それともあちらのようなグレーなのか選べるんです。デスクと合わせてみても。そうですね。そうしましょう。あとここの生地も。そうですね。はい。どうぞかけてみてください。すでに可愛いんです。薄い引き出しがついてて、はい。ちょっとしたものを入れられます。
十分。可愛い。可愛いよね。うん、すっごく可愛い。デスクのこの色は何色がいいと思います？このグレー。色がいいと思います。これがいいと思います。可愛いですね。はい、可愛い。ちょっとなんかこう写真とか撮っても可愛いですよね。映えますね。はい。じゃあこれですね。ありがとうございます。デスクじゃなくてチェアどうしまのしょうか。色何がいいと思います？そのポコポコの白いのを貼ってもいいですし、はい。もう全然違う色にしてもいいですけど、うんグリーンは確かに入ってなかったけど合う色なのでいいんじゃないですかね。お花とか飾られますし。なるほど。全然こう色を入れるってことは考えてなかったんですけど、ちょっと他になんか良さそうな生地を選びましょうか。太田さんにはい。3つ作ろうっていただいてもいいですか？もちろんです。はい。ポコポコでグリーンのこういうのでも可愛いんですけど。可愛い。はい。色味もすごい好き。すごいね、お好きそうですよね。セージグリーン。そうですね、セージグリーン、ですかはい、うんおっしゃる通りです。素敵。好き。ここのベージュもあるんですけど、ベージュも可愛い。はい。先ほどのグリーンはこちらの色違いですね。あ、なるほど。はい。ここで見るとちょっと違いますね。ね。でもこれも素敵。なんかパリの色味じゃないですか。なんかすごいパリのインテリア、この色がすごく多くって。あ、そうなんですうね。ん、レストランとかも。これとご提案いただいたベージュのポコポコもいいですか？もちろんです。可愛いベージュ可愛い。コーデュロイのベースはいらないですか？それも見てみたいです。はい。うん。可愛い。やっぱポコポコめっちゃ可愛いですね。ポコポコのベージュはベージュもいいですね。グリーンより少し明るくなりましたか？ねえ、コーデュロイっぽいベージュも見て見てみましょうか。はい。濃いめのグリーン。うん。これも素敵。けどポコポコかポコポコグリーン、ポコポコベージュだったらどっち？ポコポコグリーン。なんか一緒になりすぎてる感じ。はい、そうかもしれないですね。ポコポコグリーンかさあ濃いめのグリーンかの2択ですね。太田さんはどっちがお好きですか？鈴木さんの雰囲気だとポコポコグリーンかなっていう気がしてますね。確かにリサちゃんの雰囲気は。じゃあそうしようか。ベース。ポコポコグリーンで。はい。これちょっとワクワクしますね。なんかこうインテリアの楽しさですね。このテンションが上がる。そうですね。ありがとうございます。楽しみです。ありがとうございます。こちらのテレビモデルです。はい。素敵ですよね。です。すっきりしていて、はい。押していただいていいですか？こんな感じでプッシュバックで開きます。これ夢我が家は、夫と唯一喧嘩になるのが騒音問題。バタンバタンって閉めるのがすごい私はこうそーっとっていつもこれ言わなくてもできますね。これいいですね。誰でも静かに閉められる。真ん中だけは電気類を入れられるようにこういうドロップダウンという形式になってます。こちらも引き出しです。上品な締まり方で素敵です。ありがとうございます。ソファーの大きさをこちらで床でどれぐらい締めるか置いてみます。お願いします。これだけ何もないとはい。楽しみですね。そうですね。仕上がりが逆に家具が入った方がお部屋がもっと広く見えたりするんで、はい。何もない感覚をまた覚えていただいて、ご近所の感動を楽しみにしてください。デスクも一応置いてみます。そうですね。ちょうどいいサイズ。もうちょっと奥行きが浅くなって、あちらの柱と同じぐらいになるっていう想定です。嬉しい、楽しみ。楽しみです。グリーンのポコポコいそう。で、この角に植物とか置かれたら素敵ですね。素敵。それもご紹
紹介いただける。はい、エアコンは多分こっちだと当たらないですよね。あ、本当だ。そこが次は唯一、はい、逃げられるスポットなので、はい、光があんまり入らなくても育つような室内用があるはずなので、植物屋さんに相談してお願いします。はい。テレビボードのこちらの素材が多分あんまり浮かない色で、真っ白だと逆に変に目立っちゃうんですけど、そうですね。こちらにしてたのが良かったと思います。同じような綺麗なニュートラルトーンで。そうですね。指台ってそんなに目立たせたいわけでもない。そうですよね。はい、良かったと思います。真っ白だとこういう感じになるので、はい。こちらの色で良かった。素敵。そして今お持ちいただいているのがソファーのレザーと、クッションに行きましょうって言っていた、これ2つがクッションの生地。はい。あとあれか、オットマンというかスツールの。そうですね。こちらです。はい。でこちらはデスク用のチェア。これがデスクとチェアっていう感じなんですけど、こういう壁の前でもきっと素敵。このグリーンすごいいいですね。綺麗ですね。なんか優しい。そう、これもグレーが少し感じられるから。白も入ってるし、全部組み合わせの解消がある。今思いついたんですけど、ソファーのクッションこれも作ったらどうですか？可愛いですね。グリーンが入って、そうします。さっき白が2とこれが1って言ってたんですけど、111します。1回ですかね。3つぐらいがちょうどいいかなと思うので、111。わかりました。これが 3D プランナーですね。そうですね。今上から平面で見ていただいてるんですけど、一旦ちょっとソファーのどんな風に見えるか、寄ってみます。こうですね。立体的に見れるんだ。わ、すごい。これはサイズ感とかイメージしやすいですね。ですよね。ちょっとソファーのお色がグレーはきついかなっていうことだったと思うので、色を変えてみますね。はい。リアル。レザーのちょっと白っぽいお色がお好みっていうことでしたよね。そうですね。明るい感じが。こんな感じでいかがでしょうか。いい感じです。あ、色変わりましたね。変わりました。こんな感じで。かなり違う。だいぶやっぱ大きいから空間がすごい明るくなりますね。そうですね。この方が良さそうですね。わあ、いい感じ。やっぱこうアートとかも、空間に入るとこうなんだって分かりやすいですね。で、奥に見えるのが書斎ですね。素敵素敵。やっぱ統一感ありますね。なんかね、この特に大物の家具、ソファーとかはこうやってサイズ感が見えると安心します。そうですね。この壁との通路っていうんですかね、歩く動線は確保しておきたいですし、そう結構ね、こういうとこでカニ歩きしなきゃいけなくなると日々のストレスになるから、そうですね。素晴らしい。お子様がある程度遊べるスペースもできていると思うので、ありがとうございます。ということで、夏にウォーコンセプトのお店に伺って IES インテリアデザインサービスをしてもずっと待ち焦がれていた家具が2025年になって届きました。もっと早く届いてます。もっと届いてるんですけど、早く届いたので、今日は太田さんを交えて家具の詳細であったりとか、私も今毎日すごく満足して使っているので、その使用感とかをご紹介しながらルームツアーをしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずここがダイニングなんですけど、このテーブルはパリからどんぶらこ船で来たんですが、このアートがボーコンセプトさんのアートで、なんかね、うちに遊びに来てくださった方みんなすごいコメントをくれるんですよ。かっこいいって感じで、あとちょっと和風っぽい感じもちょっと書道みたいな雰囲気を感じられる方が多くって、なんかこのちょっと和風っぽい感じもいいねって言っていただくんですね。で、なんかこのアートがなんかトラディショナルな雰囲気もありつつ、すごいモダンでかっこよくって、そこにこのグリーンのちょっとアーシーな感じが合わさるのがすごく気に入ってるんですけど、これはどなたの作品でしたっけ？こちらですね、デンマーク人の、女性アーティストでフレイヤっていう名前の方のハンドペイントなんですよ。そうなんだ。じゃあもうこれはその方が描いたものがそうなんです。
はい、もうコピーとかではないので、一点一点同じデザインでも少しずつ違ったり、ハケのかすれ具合とかも違うので、もうこれはリサさんのお家のものっていう、はい、唯一無二のものです。一点物ですね。一点物ですね。大事にします。なんかちょっとベージュっぽい感じが入ってたりとか、そうですね。白とか、白っぽい感じですごい我が家の明るい感じにも合うんですけど、この黒がかっこいいアクセントになっていて、なんか東京のなんかモダンな建物にぴったりなアートをご紹介いただいてありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。すごく気に入ってます。すごい締まるんですよね。そうですね。はい、確かに後から出てくるリビングルームの方でも、黒い足の家具が出てくると思うので、そちらの黒とこちらの黒でちょっとお部屋のシーンは少し離れてますけど、関連性があるつながりが感じられるかなと思います。結構ポイントですよね、このそうですね、黒が、黒どころ。そうですよね。でこっちがうち結構バルコニーがあるんですけど、外観がね映せなくて映せないんですけど、すごい素敵なアウトドア家具を入れていただいて、今東京だと暖かくて昼間はそうですね。結構1月でも外でお茶したりとか、いい使い方ですね。ホームパーティーしたら途中からワイン持って外出る人がいたりとか、よかったです。ありがとうございます。もう理想的な使い方ですね。そうなんです。では、リビング行きましょうか。そしてリビングに移動してきましたけど、このもうソファ最高です。もう夢の L 字ソファーなんですけど、本当に過ごしやすいんですよ。なんかまず色がめちゃくちゃ可愛い。合ってましたね。予想以上に想像してたんですけど、なんだろうと。でもここに来て拝見したらすごい馴染んでるな。すごい馴染んでますですね。この部屋のためにあるかのようなぐらいサイズ感もなんか L 字だとちょっと大きくなっちゃうかなって思ったんですけど、全然動線も快適で、このね L 字だと大人2人だと夜は1人がここ1人がここで、4人だと大人子供たちみたいな感じで2人並んでる。そう2人並んでみんなでこうジブリ見たりとかして幸せ夢の使い方をさせていただいて、すいませんいっぱい喋って、思ってなかった嬉しいポイントがあって、これ背もたれをこう変えられるじゃないですか、こうやって高さで、これはリラックスできて最高って思ったんですけど、うち1歳の次女がいるんですけど、この高さだとここから飛び降りようとして危ないんですよ、ちょっと。でここからこう頭ごとゴロンって行こうとして危ないのが、これだと乗り越えられなくて帽子そうだから次女帰ってくるってなると全部上げて、でなんか防波堤的に使ってて、それがすごい考えてなかったけど、めちゃくちゃ絶対ソファーから落ちるじゃないですか、子供って。ジャンプしたがりますからね。で頭重いから意図してなくても落ちたりするけど、だから長女は結構落ちたんですけど、これがあるから次女はだいぶそっちから落ちなければもう完璧。よかったです。ここだけは守られてめちゃくちゃ安全性もいいなと思いました。そしてこの夢のポコポコ、これクッション合ってますね。合ってますよね。素材ですごくアクセントでいいと思います。3色グレーと白と3つあって、グリーンが入るとそうですね、またちょっと雰囲気も変わっていいと思います。そしてラグもふわふわでとても気持ちいい。結構今までペラペラっぽいの使ってたんですけど、素足でも素足でもふわふわでとっても気持ちいいし、やっぱ白が入ると空間が明るくなりますよね。やっぱカーテンとかラグって大きいから面積が、その通りです。すごい雰囲気がね明るくなりますね。そう、ソファーはお名前なんですか？名前これチューリッヒと申します。なんかサイズ感がすごくちょうどいい。良かったですよね。こちらのお宅にぴったり。色も選べるんでしたっけ、サイズは？選べます。この足を伸ばすパーツがなくて普通のストレートだったり、あるいは本当にもうちょっと大きなコーナー L 字になさったり。なるほどなるほど。じゃあ皆様のお家のサイズに合わせたりとか、用途に沿ってこう選んでいただけるという、めっちゃ私激推し。ありがとうございます。
ツールも私のはい、ポコ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 素材入れていただいて、はい、あれもいいですね。これはね、はい、一番使ってるのは、はい、子供たちでこれを押して早く走るというのをあと子供のドライヤーこうに座ってかけたりとか、なるほど。子供保湿したりとかっていうのもこれでやってます。ここからやるよりも楽ですもんね。そう、ここになんか保湿とかするとついちゃうけど、そうですよね、そこに座ってやったりとかしてます。いろんな使い方ができるのを学びました。ドライヤー用の椅子じゃないんですけどねいいと思います。でも実際使ってみてそういう発見があるんですね、やっぱり。そうですよね、はい、なんか使うまでわからないですよね。そうですね。本当このソファーの過ごしやすさも思った以上でした。使ってみて。よかったです。あとこのコーヒーテーブル、はい、マドリード。めちゃくちゃ可愛い。なんか結構インスタグラム用に製品のお写真撮ったりとか、お料理の写真撮ったりとかさせていただいてるんですけど、この大理石の色合いがすっごく可愛いから写真がとっても背景として、なるほど、素敵になるんです。なんか大理石、他の白いベースの大理石とかあるじゃないですか、マドリードでも、ね、それも可愛いし、なんかクリーンな感じで素敵なんですけど、なんかちょっとまたベージュだと思うけども、なんかフェミニンな感じで柔らかい、そうですね、感じがして、この場合なんか模様も先ほどの後のように白とグレーと黒とっていろんなのが混ざっているので、どこを切り取るかでいろんな絵が撮れそうですね。本当に。で、なんか足が黒いところがまたちょっとピリッと空間が締まるので、これはもうすごいアクセントになってます。よかったですね、気に召していただけて。ありがとうございます。これがテレビ台ですよね。はい、テレビ台ファーモですね。ファーモっていうモデルなんですね。色が完璧にマッチして気持ちいいですね。気持ちいいです。もうそれがでも IDS の魅力もちょっとそれはまた後で言いますけどIDS の魅力だなってすごい感じるんですけど、マッチしてこんなに可愛さと実用性を叶えたテレビ台ってあんまりないっていうのを感動してて。あ、そうですか。はい、嬉しいです。見た目がすごい可愛いんですけど、それもさることながら収納力がすごくありますよね。もうちょっと溢れてたものがこれが来た瞬間に全部入ってでもまだまだスペースが空いてますか。で、しかも裏に穴あるじゃないですか。そうです。から配線もすっきりしてで、なんていうんでしたっけ、自動でオープン、自動クローズ、プッシュバックのしてくれるから、もうなんかバーンとか閉める人もいないしここ1個長女の場所なんですけど、もう長女もすごい使いこなしてて、プシュってやって自分で開けてちょっと快感みたいで喜んでお片付けしてすごい素晴らしい。でもなんかそのバンって閉まらないから次女にもすごい手とか危なくないですね。なんか引き出したとこっていっちゃいますよね。もうそれもなんか実用性もあって素晴らしい。よかったです。それは嬉しいです。めちゃくちゃいい。これもサイズあるんです。はい、選べます。こちら大きい方なんですけど、このフロントが今3面あるのが2つ分のものがまず1つと、あと 1.5 ぐらいのものが春にまた登場するんです。そうなんですね。新作で出ます。結構ね、もう3つだとすっごい収納あるから2つとか 1.5 でも十分かなりそうですね、入りますよね。そうだ、言い忘れたけど、なんかリモコンって見せたくないじゃないですか。あんまりこのマドリードの下にリモコンを入れるのすごいいいですね。いいと思います。さっと隠せて、全然結構こう普通に生活してると見えないから、そうですね、でもリモコンどこ行ったみたいなのであそこだなって分かるので、すごいそれもいいです。マドリードよかったです。リモコンって黒いから、あれですね、棚が黒いからちょっと目立たない。確かにでなくカモフラージュリモコンカモフラージュいいですね。パリでは結構上から吊るすタイプの大きな照明を使ってたんですけど、やっぱり日本のお家だと天井がパリほど高くないので圧迫感があって、でもなんかこうライトでポイントをつけたいなと思ってこれは購入したんです。アルゴのライトがこうちょっと真ん中に来て、これもまたモダンな感じのアクセントになってます。じゃあリビングは
以上で、次は、デスクのちょっと書斎コーナーみたいにしてるお部屋に移動したいと思います。でこちらが、ちょっと書斎コーナーっていう感じで、デスクを置いて私がお仕事したりするお部屋なんですけど、このデスクもコンセプト、あとオイス、あとライトもですね。そうですね。ここはなんかキーカラーとアクセントカラーが全部ギュッとなった空間っていう感じで、これはテレビ台と同じ。そうです。素材は同じですね。キングストンっていう名前なんですけど、やっぱりなんかこの大きめの家具、こうデスクとかテレビ台ソファーの色が統一されるとすごい統一感が出ますよね。出ますよね。でこのねテーブルの、私もちょっとちっちゃいの使ってて、昔は全然それでいいと思ってたんですけど、これ使うとサイズ感がすごいちょうどよくて、なんか前のテーブルはなんかマウスこういう風にやってなんか落としたりしてたんですけど物をでもそういうことがなくて、ちょうどなんかパソコンしてちょっと物書いてとかにすごくいいサイズでも大きすぎなくて、ストレスなく使ってます。しかもこの椅子も人間工学に基づいたっておっしゃってて、全然疲れなくて、そうですか。驚きです。長時間作業も平気です。長時間作業も平気で、なんか夫が家で仕事したい時とか、この椅子争奪戦でどっちがこれ使うかみたいな、どっちが腰今着てるかみたいな感じなぐらい、すごいもう我が家の人気の椅子。よかったです。回転するのでちょっと立ち上がるのも楽なんですよね。椅子をガッと引かなくても済むとか、そういうちっちゃなストレスがなくなることが暮らしを楽にしてくれる。そうですよね。なんか骨盤をちょっと立てやすいっていうか、そうなんですね。なんかこう反り腰にならずに、こうちょっと綺麗に座れるっていう感じがあって、負担がすごい少なくて、動画とかねちょっと見たりとか、そういう時に結構こうなりがちなんですけどね、なんかね肩凝ったりとかね、編集してるエミちゃんがめちゃうなついてそうなんですけど、そういう時にもすごくねいい椅子だなって思います。そうですか。ライトも可愛い。よかったです。ここにも黒を。アクセントになっててすごい素敵です。ちょっとカチッてつけるっていうテンションが上がるライトです。ありがとうございます。でこっち側には私たちパリから持ってきたサイドボードがあるんですけど、この上に棒コンセプトの鏡をこれ設置していただいて、なんかね結構大きさがあるから、これもアクセントになって可愛いですよね。そうですね。いいと思います。雰囲気が締まりますね。雰囲気締まりますよね。ちょっとキャンドルとか、あとお出かけ前にここの鏡使うことが多いので、サングラスとか、この中にちょっとジュエリーとか、帽子とか入れてあって、最後にここでチェックして可愛い鏡でちょっとテンション上げてお出かけいつもしてます。バッチリですね、動線が。そうです。でこっちから出る。すごく羨ましい。すごく羨ましいです。その動線。その動線羨ましい。短くしたいですよね。ちゃんと一箇所で。したいですよね。こっちに行って押したくないので、すごくいいと思います。わかります。なんか大体そうなっちゃうから、ちょっと最後に仕上げる場所をここっていう風にして大活躍してます。ありがとうございます。以上がちょっと長期プロジェクトだったんですけれども、我が家のルームツアーでした。同コンセプトのIDS インテリアデザインサービスは、どなたも同コンセプトの製品を買うときに利用ができるサービスで、今までそういうの私使ったことなくって、結構家族で一個一個家具を買うときにパワーポイントとかを使ってなんか縮尺を測って動線はこうとか言ってやってたんですけど、本当そういうことがなく、ちゃんとお家のサイズとか動線とかを考えてレイアウトを一緒に組み立ててくださるっていうところがすごい画期的なサービスだなっていうふうに思いました。結構一個一個集めちゃうと全部集まった時にあれみたいな、結構なんかこう狭いとか通りにくいとかが今まで何度も私も失敗があったので、そのようなことが全くなくって、とても素晴らしい体験でした。そういう実用的な面でも素晴らしかったんですけど、美的センスみたいなところでも、なんか例えばこの結構かっこいい絵とかって自分で選ぶのにはちょっと私だったら
なんかハードルが高かったりするんですけど、実際にプロの方にそういう柔らかい中にこういうものが入ると素敵ですよとか、自分のこうセンスをちょっと飛び越えて新しい視点でアドバイスいただけるっていうのもとっても楽しい体験で、実際こうお部屋になってみるとさすがプロだなっていう感じで、とっても満足の仕上がりになったので、皆様もぜひ、行ってみてください。ということで、私のルームツアーは以上です。また、次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。見てくださってありがとうございました。